こんにちは。タイトルのエクストラってどういうことですか？というわけで、実況は私ゆっくりレ夢ム。解説はゆっくりマリサでお送りしますだぜ。どうやら第3世代の開発には、エクストラステージもあるみたいですね。そうですね。Day 9の概要欄にもあったように、Day 9の段階ではまだベータ版であったみたいで、ここからさらなる新機能を取り付けるべく、さらなる開発を行うみたいです。映像の方では、早速 Day 9までに完成した CPU をコピーしたみたいですね。ところで、さらなる開発というと、一体何をするんでしょうか？今映っている映像で分かった方もいるかもしれませんが、実は制御回路のところだけくり抜かれていて、その部分を新しいのに置き換えて、処理速度の向上を図る開発みたいです。では小型化されるとかっていうわけではないんですね。まあ、そういうことになりますね。ちなみに、水木氏は第3世代に、NXREDJ5 にも搭載されたジャンプ命令実行時の遅延を軽減させる機能を付け加えようと考えているみたいです。どうして小型 CPU にそんな機能も付け加えようなんて思ったんでしょうか？どうやら水木氏的には、この CPU は Java エディションでの小型 CPU としては最終形とするつもりみたいで、できる限り処理性能も確保したかったみたいです。なるほど。ちなみにもし実現したらどれくらいのクロック周波数になりそうですか？この改造が施される前のクロックがわからないので、なんとも言えませんが、おそらく前世代となる CREDJ2 と同等か、もしくはそれを超える可能性もあるらしいです。前世代となる第2世代でさえ第1世代から速度が上がったというのに、それを超える可能性すらあるなんて、意外と伸びしろ残ってたんですね。まあ、この改造だとクロックの落ち込みが改善されるだけで、最高クロックは変わらないという問題があったり、高速になる場合もあれば実質的な速度は変わらないなど、色々複雑になりますけどね。難しい。映像の方に戻すと、なんだか回路が作られてきましたね。どうやら、もうレジスタの読み出し命令を伝達する配線はほぼ完了したみたいですね。今はジャンプ命令のレジスタの書き込み命令を処理する回路を作っているみたいです。さあ、ここまでカット。どうやら、ジャンプ命令を処理する回路に取り掛かったようです。ロムから読み出した命令がジャンプ命令だった場合には、ロムの出力をキャンセルする回路に伝達する配線は、どうやら通常回路として白色のコンクリで配線されたみたいですね。さて、これから作る回路が今回の目玉です。この回路が、高速化回路です。って言っても、この時点ではまだ正常には動作しません。水木氏はそれに気づいてないようですがね。先ほどの配線は、キャリーフラグの信号を配線したものですが、キャリーフラグの信号が必要なのはジャンプ命令を実行している時のみで、それ以外の時は必要ないので、信号を遮断する必要があります。ですが、その回路を取り付けるのを忘れてたので、間違いなく誤作動をすると思います。そういうことだったんですね。ここまでカットしたってことは、何か。ちなみに、その後水木氏は遮断機能を忘れていることに気づいて、配線し直したみたいです。今画面の真ん中あたりに映っているコンパレータが、その遮断する用のやつです。さあここまでカットしたってことは何か起こるってことですよ。どうやら、また PC の開発に取り掛かったみたいですね。この CPU は、制御回路を詰め込むスペースに PC も押し込んでいますが、その PC がスペースを取っているので、さらに改良できないか研究しているみたいです。なんだか、隣にすでにある PC と比べて、横幅は減りましたが、高さ方向に少し大きくなった気がしますね。はい、実は実際に CPU に組み込んだ際、横はギリギリだけど高さにはまだ余裕があるといったケースがあったみたいなので、それに合わせて再設計したみたいです。今は、CPU のクロックと同じ周波数で動作させても問題ないかテストしているみたいですね。なるほど、確かに小型にできたとしても実際に使われる速度に耐えられなかったら、意味がありませんもんね。PC が完成したようです。実際に CPU に組み込み始めました。まあ、やはりそれでもスペースにあまり余裕はなさそうですね。そりゃ CPU の小型化に合わせて制御回路に使えるスペースも減ってるので当然か。それでもなんとか収まったみたいですね。それでもやはり、高さ以外の方向に対しては、だいぶ余裕がなさそうですね。
そうですね、この残されたスペースに配線も収められるのか注目ですね。うわ、雷が。鳴り響いてますね。でもどうやら、PC の信号をロムに接続する配線は、繋ぎ終わったみたいですね。クロック回路も設置していますが、これからテストでしょうかね？そうですね、まだ完成はしていないみたいですが、途中の段階でも問題ないかを調べているみたいです。そういえば、制御回路用のスペースの下の方が不自然に空いてますね。そのスペースに何かの回路を収めるために開けておいたとかじゃないんですかね？いえ、まだ途中とはいえ遅延調整を除けば半分以上はできているはずですし、あんなところに配置するような回路はないはずです。そうなんですか、なんででしょうかね？水木氏によると、どうやら当時はできる限り上へ押し込むように各回路を配置していたらしいので、その影響で限界まで上に配置した結果、下の方が空いたみたいですね。そうだったんですね。確かに見た感じ、クロック回路を除けば下の方は3ブロックくらいの空白がありますね。さあ、ここまでカットしたってことは、何か起こるってことで。どうやら、水木氏は長い時間をかけて配線を改良し続けた結果、おや？何か小さい回路がありますが、これは何ですか？これは、パルサー回路だと思います。どれだけ長い信号を与えられても、与えられた瞬間に一瞬だけ信号を発生させる回路です。実はこの CPU の内部では、短い信号や長い信号が混ざっていることから、回路を配線する上で、あのような回路も必要になってきますが、その回路がスペースを取るので、どうにか小型に作れないかを軽く調べたみたいですね。ちなみに、先ほどのこの回路は、水木氏が求めてるよりはでかかったようです。あれがでかいってどういうことなんですか？それだけ、今の回路の空きスペースに余裕がなかったみたいです。まあ、空いてる下の方のスペースを使えばいいだけなんですが、当時の彼は目の前しか見えておらず、このスペースに収めないといけないと思い込んでいるみたいですがね。ちなみに映像のように遅延もある程度かけなければいけないので、それが余計に難易度を引き上げているみたいです。それでは、今回はここまでです。この CPU の完成の報告2023年の9月だったはずですが、一体いつまでこのシリーズ引きずるんですか？では、ご視聴ありがとうございました。